とんどこの2極なんですよね。差別化要因を作っていった。自然と安くていいものを探しようですよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、ちなみに最初ってどういうターゲットとか想定されてましたか？最初はですね、何も考えてないです。あ、そうなんですね。引っ越しって基本的にはスイッチングはしやすいんですよね。例えば、引っ越し業者行ったやつ変えました。必ずその会社を使うかどうかってそんなになかったりとか、あと機械が当たっちゃうんで忘れちゃったりとか、そういうことが起こり得ますよね。2000年代入ってやっぱりその IT 見積もり比較サイトとか、そういったものが結構入ってきて、割とその集客はしやすくなったんですよ。競争は激しいけれど。最初はとにかくタイミングと営業力でしかないと思っていて、集客は割と比較サイトとかもそうですけどできるようになったんで、インバウンドでだからどの会社を選ぶかっていうゲームじゃないですか。椅子取りゲームみたいなもの。その椅子をちゃんと取っていくためにどうすればいいかっていうのを、基本的にはそのプライシングだったり、個人の営業力だったり、タイミングだったり、それを別にやっていけば、それなりには上がっていくんですよね。最初はどういうターゲットっていうのは全然考えていなくて、椅子取りゲームの中で頑張って受注していったっていうのがもうほんと最初。こればっかりは戦略ないけど、頑張って受注した。途中からでもそれを戦略的に考えて伸ばしたんですけど、この図で見ると、この辺10億ぐらいの時から結構戦略的にやっていて、基本取った戦略としては、東京圏戦略ずっと言ってました。何を言っているかっていうと、本当に経営の本に書いてあるような基本の分析みたいなのを自分なりに考えて、マーケティング戦略を一個ずつ自分なりに順を追って考えて実行したんですよね。自分なりに考えると、最初は戦略なかった。僕らで言うと10億ぐらいの時にちゃんと考えました。そこからそれで伸ばしました。でやったことは一つ目は、その経営の定石って書いてますけど、ちゃんと経営の教科書に書いてあるような基本分析、マクロ環境分析とかミクロ環境分析とかやって、マーケティング戦略を STP 戦略、要はセグメンテーションして、どこをターゲットにするか決めて、で自社はどういうポジショニングを取るのかというのを決めて、ブランディングとしては、ブランドアイデンティティみたいなところに設定して、ビジュアルとかコピーライティングがどういう風に振っていこうっていうのは、そのポジショニングを全部考えてやっていきます。よく言われる 4C とかっていうのを、それを元に考えながら、自分たちはどういう強みが出せるのかっていうのを行ったり来たりしながら考えました。大体引っ越し業者の構成っていうのは、すごい大手が結構市場を取っていて、反対にそれと中小の小規模事業者、ほとんどこの2極なんですよね。じゃあその2極で考えたときに、大手さんはどういうマーケティングをしてるかって考えたりとか、どういう層を欲しいか。STP とかで考えると、自分が大手だったらどう考えるか、中小だったら考えてないけどみんなどうやってるかを考えて、それと差別化する。大手さんは全国どこでもありますよ、できますよ。単身から家族でもオフィスでも何でもやりますよ。原則こうじゃないですか。小規模事業者どうしてるかなっていうと、一拠点しかなかったりするので、エリアが絞られた上に、大手さんが苦手とするとかやりたくないとか、大手さんと喧嘩なるべくしないところを選ぶんですよね。うちはこのエリアだけど地元密着で単純に安くすれば取れる確率が高まるし、技術力もそんなに平均して高くないので、単身とかそんなに技術がいらないものとか、会社の大きさでどの会社に頼むか決めるとかっていう客層が少ないところ、安ければ決まるところ、そういう2つの特徴が簡単に言うとあるとしたら、じゃあうちはそれと差別化するのにどうしたらいいだろうって考えたときに、いわゆる今で言うとお一人様とかリンクスとかっていう層を狙おうっていう結論なんですね。この図を見ると、今までって家族か単身かっていうセグメントでみんな切ってたんですよ。でも僕はそれを細分化して、単身だけど学生とか単身赴任とか本当にワンルームのちっちゃいところに安く住むような人と、お一人様っていうちょっといいところに住んだりとか、一人暮らしの 1L とかワンルームのちょっと広いところとかして一人暮らしを謳歌するじゃないけどっていう人と、家族でもリンクスって言われるような、要は2人とか、もしくはちっちゃい子供がいるとか、こういう層に細分化したんですね。大手とか中小、ここやりたくないんですよ。でうちも最初嫌だったんですね。大体引っ越し単価の代金の単価って荷物量に比例するんですよ。だから大手としては少しでも単価高いものを数取りたいじゃないですか。単価高いものって言うとやっぱ家族でも結構年配の家族とか子供が多い家族、そういうのが行きたいですよね。小規模事業者はシンプルに安きゃ取れるところで言うと荷物少ない人が別に
ところに頼むだって一緒でしょ、安い方がいいに決まってんじゃんみたいな人が取れるわけですよ。この真ん中の層に関してはちょっと思考が違うと。なおかつ一番数引っ越すのはこの層なんですよ。これが東京では増えてたんですよ。なんでかっていうと、昔って例えばマンションを買うのにそれなりの年収とかそれなりの貯金がないと買えなかったので、40代ぐらいにならないとローン組めない。でもだんだん買いやすくなってって、結婚するから買うぐらいあるじゃないですか。昔はなかったですよ。でもそうするとそこに引っ越し発生するし、大家族に比べて荷物が少ないけど、いい建物に引っ越して、東京でいうとタワマンとかに引っ越したりするんです。この層が一番荷物量そんなにないのに、タワマンとか建物複雑で、ちょっとお客様的には結構いろいろ要望があるところで、引っ越し会社としては正直、荷物量ないから単価取れない、建物めんどくさい、お客様の要望もいろいろ多いから、あんまり美味しいお客様じゃなかったんですよ。あんまりやりたくなかったです。ここが東京で増えてるから狙い目だと思って、東京で一番になるためにはどうしたらいいか考えて、お一人様とディンクスの層を細分化して、ここで東京で特化して一番になろうと思うんですよ。大田さんは全国で安心からオフィスでも、小規模は地元密着で安ければ、僕らは東京でお一人様とかディンクスだったらうちみたいなのを入れると。そこのまずマーケットを基本漁ろうと思ってます。大手は全国基準で考えなきゃいけないから、できることできないことあります。今更できないじゃないですか。うちは東京圏で一番です。いえ、大手全国あるけど。なのでそう考えて、差別化要因を作っていった。僕らは東京のそういうお一人様とかディンクスに当たることをすればいいので、スマホで3分の引っ越し予約とか、ウェブの見積もり予約完結型システムとかも、東京の人にはやっぱりすごい当たるわけですよ。北海道とか九州とかも当たらないんですよ。でも僕らは東京中々だからいいんです。やっぱり東京の人って結構飲食店の人もそうですけど、こだわる人も多いから、どういう振り方した方が響きそうかとかっていうのを考えながら、コピーライティングとか考えたり、価格も安ければいいっていう感じじゃないですよ。ユニクロとかもそうですけど、あれはそもそもいいものをより安くなんですね。ニトリとかもそうなんですよ。最初は安いと思っていくんですけど、実は安かろう悪かろうじゃなくて、じゃないですか。今だったらね、ユニクロで買わなくても自由で買った方が安いしとか、安さだけだって思うじゃないですか。自然と安くていいものを探してるわけですよ。価格も一番安きゃダメなんですよ。安いものは安かろう悪かろうと思われちゃう。だからやっぱりちゃんと大手と比較してこのぐらい、中小零細よりは高くみたいなところもやって、どうしたらチャンネル的にこう流入があるかとか、比較サイトも最初としてはいいんですけど、再利用、リファラルとかリピーターとか、東京の人だと結構 X 書いてくれたりとか、ウェブにも結構書いてくれたりするんで、地方の人はあんまそうないですよね。とにかく東京圏、本当は1都3県なんですけど、いわゆる20代後半から30代とか40前ぐらいの人とかをメインターゲットに、とにかくそこに当たればいいやと思って全部を、プロダクトもそうだし、価格もそうだし、流通戦略もそうだし、ブランディングもコピーライティングも、もう全部そこに当てながら、ここからちょっと若干センスもありますけど、自分がでもその層だったんで、周りの知り合いとか経営者もそうですし、そうだったり従業員とかももろのターゲットだったので、そこだけに当たるように、そこの人たちが見たら、大手とその中小零細と差別化のイメージで見てもらえるように、ということをひたすらやった。それで当たったところとかさ。大手のじゃあ層はもうあえてもう選ばなかったって感じだから、レッドオーシャンの中でブルーオーシャンをわざわざ作るとか探しに行くっていう感覚ですよね。ちなみにこう地方と東京とかだと、顧客への刺さり方みたいなのはどういうところが違うんですか？そもそもマーケットで行くと、例えば東京圏が経済人口としては約3000万人ぐらいいるとしたら、福岡とかを中心にした経済人口って500万人ぐらいと、例えば6分の1じゃないですか。さらに東京とかの方が引っ越すんですよ。更新業文化があるからっていうのと、やっぱ東京でかいんで、例えば福岡で中心地で働くって言ったら、エリア決まっちゃうわけですよ。博多駅のあたりか、天神というか、ちょっとオフィス街っていうか、そこに通うのに引っ越す理由ないんですよ。でも東京ってめちゃめちゃ街がでかいじゃないですか。渋谷で働いてたけど、今度池袋で働きますとか、今度品川で働きますとか、だからちょこちょこ引っ越すわけですよ。で、更新料払うぐらいだったら引っ越そうかってなるんですよ。西の方行くと更新料文化ないんで、礼金文化なんで、イニシャルコストかかるし、更新料かかんないことも多いから、引っ越す必要がない。大阪ってそうそう、主要なビジネス街も固まっていて、そこに通うのにわざわざ引っ越す人ってあんまりいないんですよ。マーケットのその人口のサイズの違いと、1世帯あたりの引っ越し回数が圧倒的に東京が多いんで、引っ越す人が多いよねっていう層がこのお一人様とかディンクスなんで、全く同じことをやっても、やっぱり効果当たらなくてですね、それやってみて分かることもありますけど、ウェブでの引っ越しを予約できますっていうのも、圧倒的に東京圏が多くて、北海道とか行くと、もうスズメの飲み屋ぐらいしかそれが入るんですよ。そうなんですね。今まで訪問見積もりに行ってたものをコロナ来た時に、オンライン通話、LINE のビデオ通話とか、Zoom とかで見積もりするんですけども、行かないで。これに東京の人は全く抵抗ないわけです。入られなくていいし、楽だし、時間も少なく済むし、地方行ってそれをやろうとすると、はってなるんですよ。来るんじゃないのみたいな。
で、当然来た方の方が決まるんですよ。顧客側の IT に対する考え方もそうだし、引っ越す層もそうだし、全部に当たるように考えるってなると、結構コストもかかるし、大変なので、弱者の戦略的な感じで、戦う領域をミニマムにして、そこだけは勝とうと思ってずっとやってました。他社とか大手とかがどういう戦略というか、どういう集客化を行ってるかっていうのをちょっと比較してみて、差別化を考えるみたいな感じですかね。そうですね。なので、とにかく差別化しましょうと。弱者が勝っていくためには、差別化戦略基本だと思うので、差別化戦略でいきます。差別化戦略をするときに、STP が大事だと思って、セグメンテーションを細かくちょっと切ってみて、どこを狙うかターゲティング決めて、じゃあどういうポジショニングを自分たちが取るのか。それを自分たちもそうだし、決めるときにサンプルとして、他社の企業だったら、大手だったらどう考えるのかとか、中小でされたらどう考えるのか、もしくはどうやって実際やっちゃってるのか。これを俯瞰的に見て、比較して、どういうスタンスでいくか、とにかくどういうポジショニングでいくかっていうのを決めて、そこからも起点に、コピーライティングどういう人向けに刺さるようにやるのかとか、どういうイメージでサイトを作るのかとか、何をプロダクトとして持っていくのかとかっていうのを全部やっていくんですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アプリコセンターでは、ホームページや SNS を通じて様々な情報を発信しておりますので、やる気ある若い人は募集してますので、興味持ったら見てください。でまたこのチャンネルでは、研修、対談、現場の様子、引っ越しに役立つ情報、そして社会人としても役立つ情報など、様々な動画を作成しておりますので、ぜひチャンネル登録してみていただければと思います。最後に、ぜひこの動画にもいいねをつけていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。